なんと親切だ。親しみや愛着はないと思うよ。曲がってる途中でさ。そういう意図で言ったわけじゃ。北海道道の駅スタンプラリー。現在地は化石が埋まっている道の駅新篠津村。新篠津。さて果たして今回はどんな謎に迫るのか。世界不思議発見。やめてやめて。そういう番組じゃないから。あ、違ったか。偶然化石がある道の駅だっただけだからね。道の駅はそういう目的の場所ではないよ。そりゃそうだよね。ということで次の目的地へ向かうよ。オッケー。次はどこの道の駅に行くの？次は。それではここでクエスチョンです。わかったから。流された。次は岩見沢市を飛ばして三笠市行くよ。ああ、三笠市ね。道道巡りでも来たことあったね。そういえば冬に来たかな。道の駅三笠はね、1993年平成5年に北海道で最初に登録された道の駅なんだよ。なんと親切だ。とは言っても同じ日に14カ所が登録されているみたいだけどね。それでも126カ所中の14カ所。ここから北海道の道の駅が始まってると思うとなんだか感慨深いよね。まだ見てないのにね。そうなんだよ。まだ見てないんだよ。適当だな。次の交差点で右折してね。ほい。この交差点見覚えがある。この辺りは新篠津村の中心部だよ。そして以前撮影した達法橋の通りだよ。ああ、石狩川を越える大きい橋。2回来て2回とも冬だったよね。今回が初めての冬以外の走行か。感慨深いな。大体合ってるかな、その言い方なら。達法橋は今日も大きいな。たまにはリラックスして小さくなってもいいと思うんだ。いや、よくないでしょ。あ、もちこ、これ以上達法橋に働けっていうのかい？そうだよ。まあそうだよね。達法橋がここで踏ん張らなかったら私たちは新篠津村と岩見沢市を行きできないもんね。その通りだよ。ごめんね、達法橋。少しは休ませてあげたかったけれどそういうわけにはいかないみたいだよ。何だったの？次の交差点で左折してね。ほい。橋が終わった途端に交差点が。しかもこんなところにバス停まである。乗る人いるの？新篠津交通国新線のバス停国新だね。近くに大きな沼があるようだし、あとは達法橋を見に来る人が使うとか。近くに数軒住宅もあるから地域の人も使うだろうね。大きな沼。大沼。正解、大沼という沼だよ。もっと親しみのある名前でもいいと思うんだ。川の氾濫でできた沼なら親しみや愛着はないと思うよ。そんな。道の駅三笠ってどういう感じ？アンモナイトの化石が展示されているよ。あと温泉やバックゴルフ場なんかもあるかな。へえ、化石か。新篠津も化石があって三笠も化石がある。道の駅ってやっぱり化石展示場だよね。いや違うよ、偶然だよ。新篠津はドイツの石材に化石があったけど三笠は三笠市で発掘された化石だからね。天然ってことか。どっちも天然だよ。地産地消ってことね。初めて聞いたよ、化石にその言い方するのは。まあ特産品ではあるから間違いではないのかな。どんなもんじゃい。褒めてはいないんだけどね。まあ道の駅の詳細は到着したらね。ほい。また段差だよ。田園地帯にはつきものだね。これだけ段差を越えていれば私だって慣れたもんだよ。これはカメラの性能が上がって衝撃を和らげて。全くだよもちこ。ふふふ、ごめん。ご無沙汰信号機。直進してね。オッケー。変な交差点だったね。細い道路やカーブはあるけれども普通
通の十字路なんだよね。あ、段差あるよ。なんだって。うふふ。カーブのさ、曲がってる途中でさ、段差があるのはずるくないかな。モネちゃんの運転技術なら余裕だったと思うけど。ま、今回はね、ちょっと気を抜いちゃっただけだし。ここで左折だよ。ほい。さっきから走っているルートってさ、都道府県道的な何か大きな道なの？直前で走っていた道路は道道6号岩見沢月形線だよ。他の道の駅巡りでもそうだけど、基本的にはカーナビにお任せしたコースを走って、面白そうな道があれば都度ルートを変更している感じかな。面白そうな道？今走っている道路もカーナビの案内を無視した道路だよ。せっかくカーナビつけているのに意味なくない？まあ、あくまで目的地を見失わないように、そして到着までの時間を可視化しているだけだからね。はあ、そういうことね。おっと、また段差が。安心しきってたでしょ。油断してたわ。いい景色なのに段差があるだけでヒヤヒヤもんだよ。ドライバーなら誰しもが通る道だよ。道だけに通る道ってか、もちこったやるじゃないか。違う、偶然経験を道と例えた結果であって、そういう意図で言ったわけじゃ。いいんだよ、もちこ。誰しも初めはそんなもんさ。交差点一時停止して右折だよ。オッケー。あとはこのまま道なりに進んで、幹線道路国道12号で右折すると道の駅はすぐだよ。ああ、もうすぐ到着か。ということで、左手側に道の駅があるよ。あった、着いたね。三笠市道の駅三笠、北海道で登録された第1号の道の駅だよ。貫禄があるな。道の駅のメイン施設には飲食店のだるまやラーメン三笠店があるよ。ラーメンこくり、こってり濃厚な泥ラーメンが売りなのだとか。それ以上やめて、私に聞く。で、これがアンモナイトの化石と登録証だよ。これが三笠市のアンモナイトか。結構でかくない？思ってたサイズと違ったわ。あと後ろに石炭もあるね。8020カロリーだってさ、もちこ。食べるでしょ？人をなんだと思ってるのさ。で、そばには日帰り温泉、太古の湯やホテル、テイクアウトや野菜販売店などが集う屋外売店棟の食の蔵があるよ。私は食にはうるさいものでね。さて、本日は何をいただこうか。食べる前提で進めないでよ。だって食べるでしょう。天気がいいうちに次に行かないとだからね。とりあえずスタンプをした。じゃあ次行こうね。ぐすん、美味しそうな炭火焼きの匂いが